天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。天才ピアニスト竹内です。今日は大阪マラソン2025のもろもろの仕事をさせていただきました。今回はね、別に走ったわけではないんですけど、盛り上げ役として、いろんなねスタート地点であったりとか、生配信であったりとかさせていただいたんですけど、どうですか？マラソンっていいもんだなと思いましたよね。ほんまにね、全く走るの好きじゃないんですよ、正直。まあそう動くのが好きじゃないからな。まずもう動ける体じゃないですし、私だけの体じゃないですし。すいません、あなただけの体です。命宿してないでしょ？なのかななのかな？この辺りに命感じる？まあ感じるって感じる。命の息吹というか、芽吹きというか、食物の連鎖というかさ、死んだ細胞とかいっぱいあるから死に細胞がね、死に細胞いてるんですけど、ほんまに走った経験もないし、運動神経も悪いし、体力も自信ないねんけど、やっぱランナーさん見てるとね、ええなってマジで思いますね。2年連続ね、大阪マラソンにちょっと携わらせてねいただいてますけどね、いろいろさせてもらってるんですけど、もうやっぱね、去年はフルマラソンのフィニッシュライン、ゴールテープのところでお出迎えさせてもらって、あそこもやっぱ感動したのよ、去年。よかった。なんかみんなが疲れてるけど達成感あるみたいな感じで出てくる人ね、すごいね、なんかこう込み上げてくるものと、達成感とね、あの人らは人生うまくいきそうやなというか、まあそのいい気で溢れてましたよ。ますみさんなんかは今日もあれですからね、ランナー、キッズランナーに心を動かされて一筋の涙流してますから。ですよね、あれほんまにな。キッズランナーが1キロ走るっていうのがあって、小学生のチャレンジランね。そう、低学年はまあ保護者の方と走ったりとか、高学年の子は一人で走ったりとかして、もう子供がね、全く知らん子供がね、向こうから走ってくるんですけどね、息切らしながら走って。もうまずトップランナーの子で一回グッときました。そうやね。あの子のさ、今までの生い立ち全く知らんやん。全く知らん。名前も知らん。名前も知らんやん。もう顔も覚えてないです。なんてええ子なんや。この子を傷つけることがあるならば、私が守ってあげたい。そういった思いになりましたよね。もしあの子が傷つくことがあるならば、私の電話に電話してくださいね。電話くださいねって言わんばかり。マジでみたいな感じでね。わからんって、それ万劇死ぬほど来てる人しか。万劇死ぬほど来てる人多いからわかるかもしれんけど。いや、ぐらい、ほんま抱きしめてあげたいぐらいね。で、メダル、頑張ったね、お疲れ様っていう感じで。我々ゴール地点にてメダルをあげるっていうね。そう。仕事させてもらいました。それさせてもらってんけど、ほんまにね、グッと来て。グッと来てね。ほんで、ね。最後ね。大体そのトップの子はほんまにぐん抜いてトップやった。めっちゃ早かったよ。1キロ4分前半ぐらいで帰ってきたんですよ、多分。すごかったのよ。で、そっからは結構もう、バーって大体ね、7分ぐらい、6分、7分ぐらい。いっぱい団子になって。そう、団子になって、登場、ゴールテープ切って。で、最後一人だけね、ちょっと、だいぶ離れて、みんなゴールし終わってからさらに1、2分かな、経ってからもう一人だけ、もうやっとね、ゴールまで来てくれた子。諦めずにね、もしかしたら途中でお腹痛かったのかもしれないし、足が痛かったのかもしれませんけども、分からんけど、あの子が頑張って最後ね、ちゃんと走ってゴールしてくれたのがね、もうちょっとお母さん耐えられる。英語育ったね。いや、ゆっくりでつーよ。目指すことが今日ね、この大阪マラソンのスタートラインを踏んだっていうことが意味あるんです。そうですね、よかったんですよ。それが何とも言えない。そうだって多分ね、あんなんね、多分遅かったのよ、タイム的には。っていうことは苦手やと思うねん、運動。嫌やったと思うねん、とかいろいろ考えてね。せやのに頑張ったよとか、あの中にいたであろう親御さんの気持ちとかね、でみんなで最後の一人やから頑張れ頑張れって言って、もう知らない子もみんなで手叩いて応援してね、お疲れ言うて、ほんまに1キロとはいえね、ちっちゃい子が頑張って走ってる、かっこええなっていうね。やし、あれに参加させてる親御さん、素晴らしいと思うわ。これやってみるかって言って、やるわ言うて、時には
一緒に、じゃあお母さん一緒に走るわとか言って、明らかにその親子で走ってるけど、お母さん絶対普段運動してへんやろなみたいなお母さんとかもおったんや。おったおった。いや、あれ偉いな。子供がやんやったら私嫌やって言わずにね。せやね、あれ。私走りますって。意外と1キロとはいえね、普段運動してなかったらきついよ。あれはええわ。ああいうのでね、親子の絆が深まっていい子は育っていくんですよ。涙腺パンパンになった。ほんまに。よかったね。ウミガメの産卵ぐらい泣いた。ウミガメの産卵って結構泣くで。恥ずかしいと思ったからさ、こんな1キロのな、キッズランで泣いてんのめっちゃこらえたけど。意味わからんもんな。いや、もうでも涙深いって感じでね。深い深いで。美味しいやんけ、そしたら。高級やんけ。で、次はあれやな、車椅子ランナーの皆さんが。皆さんと、スタート地点でお見送りというかね、頑張れっていうのをやるんです。いろんなジャンルがあるのよね。そうですね。キッズラン。今回新しくできたみたいですね。なんか。そうか。キッズランと車椅子のやつはなんかそう書いてましたね。7キロチャレンジランは前もあったもんね。はい。はい。風水がそこ行ってましたね。行ってましたね。偉いわ。去年も走ってたけど。偉い。7キロって結構しんどいよな。しんどいですよ。そんなもん。ほんまで1キロの見えてる距離で歩くのしんどいねんから。40分ぐらい。7キロ、いや、わかんないです。時間ちょっとわかんない。7キロってな。すごいよね。ほんで、その後ね、YouTube 生配信で2時間半ぐらい MC させてもらいまして、もういたら走り終わったランナーの人とかがゲストで来て、どうでしたって。今、ジャバザハットみたいな。ジャバザハットおるやん。ジャバザハットできんねや。ジャバザハットのお眠り5秒前って感じ。眠たい時のジャバザハット。どうなんだっけ。ちょっとあかんでけんわ。忘れてる場合ちゃうよ。いや、それでさ、いろんなね、走り終わった選手とか来てくれたんですけどね。小袋のね、小渕さん。小渕さんと思って。もう、これはね、しかも、嬉しかったのが、もちろん私たちはむちゃくちゃファンですし、普通にファンのムーブをしてしまいました。MC にも。DVD 持ってますそう。聞いてますって。大好きな上に、もう、ほんま、大好きでっていう思いをまず、放送中にもかかわらず伝えぶちまけまして、私らのことも知ってくれてて、いつも見てます。そんなわけないやん。小袋が天才ピアニスト見るわけないやん。そう、ちょっと嘘、めっちゃ嬉しい。単独配信買ってくれてる。コブちゃんがマジミックスアップとか来てくれてんじゃん。東京ツーマンライブミックスアップ嘘でしょ。いや、でも知ってくれてるのは知ってくれてたっぽいね。知ってくれてはる感じで言ってくれはったんで。いつも見てますっていうのはもしかしたら、ね、こうちょっと飾り付けで言ってくれてるのかもしらんけど、でも知ってはくれてはって。知ってはくれてはって、もうなんか私ね、その学校行けん時期とかずっと小袋聞いてたんで。いや、これだけはね、言えますけどね。小袋は私の方が聞いてる。じゃあ小袋私めっちゃ聞いてんねん。いや、思うやろ。私聞いてる。いや、思うやろ。私思う。あなたのミスチルだけにしときたい。あかん。いやいや、こうちゃんが好きになった今日。私は。なんかね、もうね、やっぱあんだけ大物やのに、すっごい腰も低くて、もう喋ったらわかるんですよ。もう優しい。なんやろな、ちゃんとしかも目を見て、なんか思いがこんなにもハートに突き刺さるんだっていうのはね。でね、今回大阪マラソンの歌も何回かやってはんねんけど、今回も大阪マラソンの歌作ってはって。そうなんですよ。かっこよかったな。皆さん歌も聴いてください。ちょっと。そうですね。めっちゃいいよね。あの歌も相まってほんまキッズランナーのとこね、感動しましたもん。そう流れててちょうど。だから普通に小渕さんが、私、小渕さんが来るって聞いてなかったじゃないですか。走ってらっしゃるっていうのは知ってたけど。そう、途中でなんか小渕さんがあと1キロぐらいなんですよみたいな話だけ聞いたけど、あそこの YouTube 生配信に来てくれるとは聞いてなかったね。そう、来るのもほんまに、なんていうの、流れ的に来れる人来るみたいな感じだから、ってなって、で、もう、忘れちゃう。めっちゃ全身見たった。やっぱね、トレーニングしてはんのよ、ちゃんと。5時間聞いてはったよな。めっちゃ早かったよ。4時間だよね。確か、やっぱね、トレーニングしてる人の体でした。ほんまに。結局ね。足とかもすごい筋肉ムキムキやったし。努力できる人なんよ。何に対しても。そうやね。音楽一生懸命やれる人はね。
だから時間ないとか言ってた言ったかね、なんか小渕さんより時間ないやつなんかおれへんやろ、そんなやつは。小渕さん時間ないで。時間ないで。その夜とか走ってはんねん。偉いわ。先生も褒めてはりましたもんね。いい走り方してます。そう、このちゃんと努力した人のペース配分で、うまいこと、42.195キロ走りきれて、後半にかけてペース上げれるっていうのはトレーニングしてないと無理らしいんですよ。はい。前半で飛ばしすぎるっていうのはあるあるらしいんですけど、後半にかけてじわじわ上がっていくっていう。普通に好きになりました。私はとっくに大好きです。思うやろ。私が好きやね。思うやろ。ミスチルだけにしなさい。でもね、もう小袋にあったってことはもうミスチルにあったってことやから。違うよー。何をそんな確認することかね。これ1カメしかないねん、この YouTube は。こんなん分けてへんねん。1カメ2カメ3カメやないの。そんな上にないやろ、もうほんで上空に。クレーンカメラ。どっちやこっちか。あるけどな、スタジオでカメラ探すとき。いやー、それ素敵で、結局もうそのいろんなことに心動かされすぎて、私たちは今ちょっとだけ走りたくなってるんですよ。もうね、多分今の私の体力とか体重とかも考えたら多分無理です。無理やけど、チャレンジしてどっかで限界まででリタイアしてもいいと思ってて、自分の中では、やってみたいなってちょっと思ってるよな。なんかな、去年は走ってみたいまではいかへんかって、まだこの感じそう羨ましいなとかかっこええなと思ったけど、今年はちょっとリアルにあれやってみてもええんちゃうかみたいな、応援を浴びてみたいという。確かになんか気質になってるよな。そういったね、マラソン気質にね、私たちはなってるんです。気質になってるよな。ふーやないね、漫画のごまかし方しやがって。ビュービュービューやない、そうなんですよ。だからちょっとごめんなさい、しますっていうまだわからないから、だいたい来年に大阪マラソンのお仕事があるとかそういうことがまだ決定してないんで。まあ確かに。ただでもなくても参加できます。我々ね、吉本に所属してるんで、手を挙げたら多分応援ランナーとしていけるかもしれないんでね。はい、ちょっと。ただまあでも明言をするのは怖いので。怖い。ただ高ぶっています。ただもう明日わかりません。はい。今日は他です。ランランルー。チャンネル登録ってした方がいいもんね。私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？